皆さん、カンボジアという国をご存知ですよね。アンコールワットに美しい遺跡群、そして物価も安い観光大国です。でも今、そのカンボジアで韓国人大学生が拉致され、1週間も殴られ、麻薬投与され、心臓麻痺で命を起こす事件が起きました。まさか、偶然の拉致事件なのではいいえ、これは組織的な犯罪で、被害者は500人を超えます。次は日本人が狙われる可能性があります。その現実を伝えなければならないと思いました。この動画では1つ目、カンボジアで今何が起きているのか、2つ目、なぜ韓国人が狙われたのか、3つ目、日本人がなぜ気をつけるべきなのかを説明します。まず1つ目、何が起きたのかという話です。今年の7月にですね、韓国の田舎町、イェチョン出身の22歳の大学生、パクさんは家族にカンボジアの博覧会に行ってくるとだけ言い残し、空港へ向かいました。そして誰もそれが人生最後の旅になるとは思いませんでした。彼が到着したのはカンボジアの南部のカンポット州のボコール山というところです。表向きは観光名所ですが、実際には犯罪団地とも呼ばれるエリアであり、そこでは外国人を監禁して強制労働させる闇組織が活動していました。パクさんを現地に誘ったのは、なんと彼の大学の先輩。現地では銀行口座を高い値段で買ってくれるとか、そういった言葉遣いで誘い出したのです。7月24日、家族の元に一本の電話がかかってきました。電話の向こうは中国なまりの韓国語を使う男。息子が事故を起こして監禁されている。500万円払えば解放させてあげる。震える手で家族は警察と大使館に通報しましたが、4日後には連絡が途絶えました。そして8月8日、カンポット州の山の中で、パクさんは車のトランクの中で遺体となって発見されます。死因は訪問と激痛による心臓麻痺。医師の通報で救出されそうだったのですが、すでに命は尽きていました。その遺体は2ヶ月もの間、韓国へ戻れず、現地で放置されたままでした。8月11日、パクさんを誘い出した大学の先輩、ホンさんを逮捕します。彼は犯罪組織のリクルーター、若者を東南アジアで送り込む役割をしていました。その背後にはですね、韓国国内の口座売買とか資金洗浄、ネットワークが繋がっていたのですね。現地警察は中国人組織に5人のうち3人を逮捕しました。運転手のリという人、仲間のジュという人、さらに監禁施設を管理していたリュウという人ですね。残りの2人は今も逃走中です。さらに警察の調べでパクさんの口座から570万円のマネーロンダリングに使われていたことも判明しました。この事件は単なる誘拐ではなく、韓国国内外での犯罪ネットワークが連動した巨大な資金犯罪でした。二つ目の話、なぜ起きたのかという話をします。これ一番恐ろしいのがですね、たった一件の例に過ぎないということですよ。2022年、2023年には年間で10件から20件ぐらいだった韓国人の拉致事件が2024年には220件に跳ね上がり、そして今年2025年はわずか8ヶ月程度で330件を超えているらしいです。では、なぜこんな地獄が生まれたのでしょうか？答えは高収入の夢を悪用した国際的な人身売買システムにあります。彼らは求人サイトで月収150万円とか経験不要とか航空券、宿泊費支給といった求人広告を出してですね、主に20代から30代の若者をターゲットにしました。IT マーケティング、通訳とかカジノスタッフなどの肩書きを掲げ、実際には詐欺工場と呼ばれる監禁施設に送り込むんですね。そこでは着いた瞬間にパスポートと携帯を没収され閉じ込められます。逃げようとすれば電気ショックとか殴打とか鎖などでもう殴りまくる。そして1日12時間以上もボイスフィッシングとか仮想通貨詐欺とか恋愛詐欺を強要される。ノルマを達成できなければ食事を抜かれ他の組織に奴隷として売り飛ばされる地獄。この構造の裏には中国マフィアの移転があると言われています。2020年代、中国政府が国内の犯罪組織を徹底的に取り締まった結果、産後会といった有名なグループが規制の緩い東南アジアに拠点を移したと言われています。その中
中でも特にカンボジアのシアヌークビルは腐敗と金が交差する土地になったとのことです。中国から巨額の投資が流れ込み、高額リゾートとかカジノが乱立する。しかし、その裏で警察の目が届かなくなり、観光地の皮をかぶった無法地帯が誕生したとのことです。夢を見た若者がネットの一行で地獄に送られる。これが今、カンボジアで静かに進行していた現実です。3番目の話、日本の皆さん気をつけるべき理由があります。この事件は韓国だけの話ではありません。中国、台湾、ベトナム、マレーシアなどアジア各国の若者たちが同じように高収入のアルバイトの名のもとにカンボジアに誘拐され監禁、暴行、詐欺強要の被害に遭っています。もはやこれは国を超えた国際的な人身売買犯罪ネットワークですね。これですね、2023年に国連の報告書で警告されたんですよ。カンボジアやミャンマーなどの地域では数十万人規模の人々がオンライン詐欺犯罪に強制的に動員されていると。そしてその中には韓国、中国、東南アジア全域の若者たちが含まれていたのです。最初は中国や台湾の被害者が中心でしたが、2024年以降、韓国人の被害が爆発的に増加します。では、なぜ韓国人が特に狙われたのか。理由は金になる民族だからです。カンボジアで現地救出活動を続けてきたオーチャンス牧師はこう語ります。韓国人は体のお金が高いんです。他の国では多くても1万円から10万円ですが、韓国人だったら100万円、200万円が普通ですと。つまり、犯罪組織にとって韓国人は高額の商品なんですね。裕福で家族が助けるだろうという計算が成り立つからです。でもこれって日本にも当てはまる話なんですよね。日本の皆さん、殺されるかもしれないっていう現実の前だったら、数百名、もしくは数千万円を出すかもしれない。だから、日本人もですね、同じく東南アジアのどこかで信頼される国民として知られていて、狙われる可能性があると僕は思ってるんですよ。日本人ならお金を払うとか、日本人なら家族が動くとか、それが次のターゲットになる理由です。実際、やり方は巧妙であって、韓国語、日本語できる人募集とか、SNS 運用で月収100万円とか、こうした広告が X とか Instagram、求人サイトに普通に出ているんですね。現地に着けばスマホを取り上げられ、監禁される観光地の裏が地獄への入り口になっているんです。留学、旅行、ボランティア、出張、どんな形でも、誘いには絶対に注意してください。大丈夫だろうとか自分に関係ないと今思っていませんか？その油断が命取りになるんです。日本の皆さんに伝えたい現実でした。気をつけてください。最後に伝えたい話がまだあるんです。これを聞いて関係のないカンボジアの人にまであなたの国どうにかしろっていうのは僕はちょっと違うんじゃないかなというふうに思っています。今回の加害は一部の犯罪組織によるものであって、処別されるべきはその犯罪組織だと思っているんですよ。大多数のカンボジア国民は被害者を嫌いであって、韓国人とか東南アジア人だったりとか、助けようと思っていると思うんですよね。処罰を求めていると、僕はそう思っているんです。だからこそ私たちは、その国籍、カンボジア人は全部嫌いだというよりかは、犯罪を起こしている人、強力に処罰される必要があるというふうに考えています。一方、カンボジア政府には明確な責任義務ありますよね。これは行政の対応として、迅速かつ透明に捜査と被害者支援を行い、国際社会に説明責任を果たすべきだと僕は思います。そしてあなたにできることは2つです。まず、自分と家族の安全を最優先に行動すること。甘い言葉に飛びつかないでください。次に、正確な情報を広めること。デマとか増悪とかではなく、事実と対策を共有して周囲の人を守ってください。この動画を見たら一人でも多くの人に拡散してください。本日の話は以上です。もしよろしければチャンネル登録をお願いします。以上、パクンでした。アンニョン。